お疲れ様です。2た目の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。で、今回もね、このチワワレッスン動画をやっていくんだけど、その前にちょっとお知らせがあります。結構大事なお知らせです。質問もあったんだけれども、今回のね、チワワレッスン動画も虹玉添削してもらえるんですかっていう質問があったんだけども、結論から言うと、添削全然します。もう犬作品だろうが、猫作品だろうが、とにかく僕のレッスン動画を見て作ってみましたで見てほしいですっていう人はチケット買ってもらえれば虹玉添削はします。だけどここからが大事な話で、なんだけど虹玉添削の方が僕がね想定していた数よりもかなり問い合わせとか、あとチケットの購入希望者が多くて、ちょっとねどうしようかなって今思ってて、こんなにしっかりと添削を受けたいですっていう声が多いのであるならば、いっそのことを2ヶ月くらいの期間で集中的に技術アップ講座みたいなのをやろうと思います。で、まだねちょっとね時期は決めてないんだけども、早ければ6月、遅ければ7月から、まずはね猫の2ヶ月間集中技術アップ講座をやります。で、それが終わってからひょっとしたら1ヶ月空けるかもしれないけども、次チワワねの方の技術アップ講座、犬の技術アップ講座みたいのをやろうと思ってます。で、虹玉添削受けたいなって思ってる人もいるかもしれないけど、値段もね、税込みで 16,500 円かかっちゃうので、2回の添削でね、それだったら2ヶ月間びっちりね僕に添削受けられる。で、この添削の要領とかは週に2回ぐらいを基準にちゃんと添削一人一人してあげようかなって今考えているので、あくまでもね普通のオンラインレッスンでなんていうかな、大人数を相手に動画を配信して、はい皆さんやってみてくださいっていうような形ではなくて、基本的には個人レッスンなので、一応ねそんなものをやろうと思っています。で、細部この内容についてはLINE の方でね、皆さんに LINE 登録してくれてる方にはもう配信します。これからね登録したいっていう人もいるかもしれないから、ちょっとね漏れちゃったら困るから、こちらのね YouTube の方でもそれはね配信したいと思います。近日中にそれはね明らかにしたいなと思いますので、ちょっとね虹玉チケット買って添削受けようかなって思ってる人はちょっと待ってもらって集中講座受けた方がいいかもしれないですね。はい、そんなところです。じゃあね、今回についてはいよいよね顔のベースがね完成します。で、特に動画の中で言ってるんだけど、大事なのはねこのね結構ね顎のラインなんだよね。で、こういったところをしっかりと表現できるようにちょっとね頑張ってね作ってみてください。はい、それではねレッスンの方に移行します。はい、頑張ってください。はい、それじゃあ今回もねチワワのね顔ベース、引き続きね顎の部分を作っていきます。で、チワワの顔を作るときにここね注意してほしいんだけれども、特にね強調してほしいのはこの目の部分なんだよね。ここの赤線が引いてあるこのポイントをしっかりと凹凸をつけてあげる。しっかりと前に出てるように見せてあげる。これをまず作るのが大事。そして次、顎のラインなんだけども、今日これをイメージして作ってほしいんだよね。僕は犬を作るときにはまずこの顎のラインを作るんだけども、この青矢印の部分ね、顎関節から顎までのこのラインのところにここに一段ね段差をつけるのね。で、これによってすごい犬らしいシルエットになるので、もうどの犬種だろうが必ずこういう表現をしてます。で、今回もそういう風に作っていくので、そこにちょっと、ね、注目しながら見てください。はい、動画の方はね 2.5 倍速で流していきます。まずはね下顎作っていきます。で、まず軽く形整えてからつけた方がつけやすいと思うので、軽く形を整えてちょっと柔らかい状態でねつけてあげる。で、ちょっと柔らかい状態だから少し顎を前に出すようにつけた方が、固めていったら沈んじゃうのでね、こういう風に固めていく。で、もしね顎をつけながらなんていうかな、顎がこう後ろの方に下がっていくようじゃない、こうやって今固めてたらね、そしたら足せばいいだけなんで、とにかくまずは形を作って足していく。でね、次ここ結構ね猫の時もそうなんだけど、みんなここ遠慮して作りがち。あとね、普段多分みんなね犬作る時とかこの辺しっかり作ってないと思うのね、犬も猫もね。とにかくこの顎関節の部分、エラの部分ね、これを僕はすごく大事にしていて、ここの表現をしっかりするかしないかで顔のメリハリ全く違うし、顔の輪郭も変わるし、ここをねすごく大事にしてください。
例えばね、その長毛種作ったらこんな場所ね、毛に埋もれちゃって全く見えなくなるんだけど、それでもちゃんと作るので、その作ることにものすごく意味があって、そこをねちょっと大事にしてほしいんだよね。ここ一番冒頭で言ったところね、顎のラインのこの一段こう段差がついてるよね今ね。で、なんていうかな、今作ってるのはこの口角の部分だよね。ここもしっかりね作ってあげる。やっぱここを作り込むのが一番犬らしい、なんていうかな、表現の仕方じゃないかなって僕は思ってて、この口の端ね、口角の部分で反対側もつけてあげる。ほんとね、これが大事なので、僕もね、もう何年か前までは3年ぐらい前まではね、この辺あんまりちゃんと作ってなくて、したらやっぱり猫の顔なんとなくぼやっとするんだよね。で、ここをすごく意識して強調して作るようになったら、かなり猫らしいシルエットとか犬らしい、なんていうかな、輪郭ができるようになってきたから、ほんとここ大事にしてほしいんだよね。で、こうみんな作るんだけど、レッスン動画見てね、結構ね、みんなちっちゃかったり薄っぺらかったりするの、しっかりと作ってあげる。もちろんね、モデルの子がいるんだったらモデルの子の輪郭に合わせて作るんだけど、でもまずはね、ここをまずしっかり作ってあげる。そして今作っているのが口角の部分だよね、段差になる部分。こんな感じでね、綿付け足して固めていってあげる。もう明確にね、ガクンってこう一段落ちてるじゃない、顎のラインが。そこをしっかり作ってあげる。で、今ね、これ刺してるのは極細針です。極細針で刺して締め込んでる。これはね、細針。もうほんと固めて、なんていうかな、このベースをぐっと締め込んでいくのは細針と極細針。これをなんていうかな、中針っていうかレギュラー針とかでやっちゃうと多分固めすぎちゃうので。はい。でね、画面の方はね、今ね、首元の肉付けをねしています。で、最初になんだろう、砂糖の切り餅みたいな四角作ったじゃない。でね、首のベースになってるんだけど、ここも顔を作りながら少しずつ、まあ全体のねバランス見ながらね肉付けをしてってやってください。あとね、これ今手で触ってるじゃない。これは僕はもう手で触ってやばいとこ探してるんだよね。して弱かったところをこうやってもう一度こう締め込んだりして硬さを調整してるんだよね。で、もちろん刺して固めるときは極細針で締め込むっていう感じで、今ねこれ刺して固めたら顎が低くなっちゃったんで、後ろに下がっちゃったんで、もう一度付け足して形をね整え直してるんです。こういう風にもうとにかく微調整して形を整えていく。もう何度も言うけどね、これをねやっぱりみんな一発で作ろうとしすぎるから、なんかうまくいかなかったり、その1回で終わっちゃったり、作業工程が圧倒的にみんな足りないので、もう何度も形を作るために細かく修正する。もうこれが当たり前。そういう風にね思ってやってくれればいいんじゃないかな。今ね使ってる針はねスピード針です。でもしっかりと形を整えたいときは、形を作りたいときねはこうやってスピード針とかでしっかりと刺して、なんだろう、こう線をつけたりとか凹凸の形を変えたりとかして、でその形が整ってよかったら細針とか極細針で、今これ細針ね、しっかりとその形をキープするように締め込んでいくっていう感じ。はい、次今からやっていくのはその目の上の部分の肉盛りね。この部分ね、赤線のラインの部分、ここをしっかりと作ってあげる。これ猫の時とかもね作ってるんだけども、またね犬の時と形が違うのね。犬の時はしっかりとこう上まぶたにかぶるように少し大きめに作ってあげる。で、これをね差し固めていくんだけども、この時ねやっぱり目の近くだから、やっぱりねそのガラスっていうかね、目に刺さないように十分注意。コーティングしてるところにね傷がついちゃうんでね。よければね反対も刺していきます。この辺ね刺す時、特に本当目玉に
傷をつけないようにね、レジンコーティングしてるからね、傷入りやすいから、そこを十分注意してください。でしっかり固めながらね、ここね、しっかり肉厚を作ってあげるね、しっかりとね。それによって目玉がこうグッというかね、出てるように見えるので、今みたいに足りなかったら少し足してまた形を整えてあげるっていう風にやってあげる。今作ってるのはここだからね、この赤い部分ね、ここの肉盛り上がりをしっかりと作ってあげる。犬種によってね、結構この辺の表現の仕方違うんだけど、でもどの犬種でもやっぱりこの大きさの違いはあれど、ここはしっかりと作ってあげます。犬作るときはね。あとはね、これ今極細針で全体的に締め込んでって形を整えてあげる。結構虹玉添削の方でもね、いろいろみんなやっぱり多い質問が毛羽立ちできちゃうんですけどみたいなね、あるんだけど、それはやっぱりね、その差し込みが足りない。もちろんガチガチになるまで差し込んじゃいけないんだけど、やっぱりほんと極細針で綺麗にね、こうしっかりと締め込んでってあげると、全体の密度がギュッと濃くなって、であとその毛羽立ちはできるんだけど、そこまで多い毛羽立ちはなくなるので、ちょっとね、あまり毛羽立ちがひどいっていう人はもうちょっと締め込んだ方がいいのかなって思ってた方がいいです。ただそれをレギュラー針とかでやっちゃうと硬くなりすぎちゃうからね、注意。でその毛羽立ちを抑えるのにどれくらい刺したらいいのかとか、今ねこうやって首元やってるじゃない。こういうあんまり影響のないところで練習してみたらいいよ。あるいはまるっきり全然違うね、丸い平らなものを作ってそれで練習してみるとか。そのその適切な硬さとか締め込み具合っていうのは本当自分の感覚として覚えるしかないから、ぜひねちょっと覚えててほしいんだけども、今これすごく細かく刺してるでしょ。これは全体的に今細針で緩いとこないかチェックしながらと、あともう全体的にね、もう刺し残しがないようにやわいとこがないかどうか全部チェックして刺してってるんだよね。刺しつつ固めつつっていう感じ。結構こういう工程を多分みんなやってないと思うので、だからやっぱり毛羽立っちゃったりとか形がうまく作れなかったりとか、やっぱりある程度の硬さがないと細かい部分って作り込めないし、かといってね固めすぎちゃうとね、もう修正も効かなくなっちゃうから難しいところではあるんだけれども、早くねその何度も作ったり試してみたりして、その自分で適切な硬さっていうのをねこうマスターしてほしいんだけども、でこの適切な硬さって結局ね人によって違うのね。僕は今ね画面で見てるようなギュッと締まった感じの硬さでやるのが好きなんだけど、人によってはねもっと緩く作った方が作りやすいっていう人もいるし、そこはねとにかく自分がどう作りやすいかっていう、そこをね追求しなきゃダメ。もうしつこいくらいめちゃくちゃ細かくずっと刺してるでしょ。もう全面ねこうと針一本でなんていうかな、ほんと刺し残しっていうか緩いとこがないかっていうのをチェックしてる。で緩いとこがあったらこうやって締め込んでいく。これは極細針ね。こんな感じで僕はやってます。あと裏っ側ね、こっちはね今回はね額縁フレーム作品だから、こっちはもう僕は接着剤つけちゃうからフレームに埋まっちゃう部分なんだけど、でもここもある程度の硬さがないとくっついてくれないから。あとねフレームタイプの作品作るときにフェルトなんていうの、布フェルトっていうのかな、フェルトに貼り付けて作り方する人もいるから、それはそれでねいいと思うので、ちょっとね今の状態だと頭がねまだもう少しねデコッパチにしたいんだよね。あまり極端にね大きくしすぎるのは問題あるけど、でもちょっと形をねちょっと見ながら、やっぱり
どちらかというと頭少し大きめに作ってあげた方が、丸く大きめに作ってあげた方がチワワらしいシルエットになるから、ここはねもう少ししっかりと作り込んでいきます。今はねこれね針の話をするとスピード針を使ってます。もう貼り付けるのに早いから。でこれは極細針で、あとはしっかりと貼り付ける、締め込んでいくっていう感じ。でね、横の鉢の部分っていうのかな、横の頭の横、もう少し張りを出すためにさらに肉付けしていきます。でこのベースでもやっぱりその表面をどれだけ綺麗にするかって僕は大事だと思っていて、無駄な段差とかないように綺麗に、もうこれで一つの作品って言えるぐらいの仕上がりにしてあげる方が、ね、こうやってねしっかりと作り込んでメリハリあるベースになるので、こんな風にね作ってみてください。はい、こんな感じです。はい、レッスンお疲れ様でした。今回はね、顔のベースでしっかりと作ってみようっていうところでね、作ってみました。で、やっぱりね、犬種によってね、いろいろ特徴があるでしょ。チワワだったらさ、頭少し大きめに作ってあげなきゃいけないし、目もね、ぐっと前に出してあげなきゃいけないし。で、例えばさ、極端だけど、パグとかね、ブルドッグだったら、どんな風に作らなきゃいけないとかって、やっぱり犬種によってかなりね、犬の場合は違うので、これから先もね、チワワがね、レッスン動画終わった後ね、また違う犬種出していきたいなって思ってます。はい。で、最初にね、動画の最初にも言ったんだけれども、まずね、犬でも猫でも、僕のレッスン動画を見て作ってみた人は、希望するんだったら、チケット買ってもらえれば、虹玉添削までします。だけど、最初にも言った通り、早ければ6月、遅くても7月から、猫から2ヶ月間の集中技術アップ講座を開きます。で、それが終わったら、1ヶ月くらい空くかもしれないけど、犬、まずはチワワね、の技術アップ講座なんかをね、やろうと思ってます。で、これはね、虹玉塾のように審査制にはしないです。受講したいっていう人はもう誰でも受けれるようにします。ただし、やっぱりね、個人個人に僕が添削するので、僕が受け入れるキャパっていうのがあります。大人数は受けることができないのでね。だから、人数に制限はあるんだけれども、それでもね、20名は取れるかなとは思ってるので、なので、希望する人はね、来てもらえればいいかなと思います。またね、この細部の内容についてはね、LINE 公式の方で登録している方に流すし、これからね、登録する人は漏れたら困るから、YouTube の方でもね、発信していくので、それをね、ちょっと待っていてください。はい、そんなとこです。はい、じゃあね、最後まで見ていただきありがとうございました。次回もね、頑張ってください。はい、ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。